こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして年金について解説をしていきたいと思います。2024年財政検証と言われる年金の健康診断が行われ、2025年には年金改革というスケジュールにはなっております。これにあたって将来もらう年金の額がどうなるのかという不安を抱く方も多いかと思います。ただ一方で今まで自分たちがかけていた年金がきちんと将来の年金に反映しているのかという問題もあります。以前は消えた年金問題ということでかなり話題にはなりましたけれど、その他にも問題があります。それがいわゆる放置年金と言われるものになってきています。せっかく保険料を払って将来の年金のために少しずつ保険料を払っていったのに、その年金が将来に反映していないという事態が出てきております。この放置年金と言われるもの、直近のデータでいきますと2800億円というふうに言われております。この放置年金、そもそもの根本の原因は企業型確定拠出年金と言われるものに起因をしています。今回はですね、この放置年金の現状と確定拠出年金について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは放置年金とはどういったものなのか、そしてその放置年金の現状と原因について解説をしていきます。そして放置年金の原因となっているのが企業型確定拠出年金、いわゆる企業型 DC と言われるものになってきておりますけれど、この企業型確定拠出年金について解説をして、そして皆さん気になっている年金改革、どのようなことが考えられているのかについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、放置年金の現状と原因について見ていきたいと思います。この放置年金と言われるものは、企業型拠出年金、企業型 DC などの資格を喪失、いわゆる転職をしたり退職をした人というのが6ヶ月以内に必要な移管手続きをしなかった場合に発生する年金資産という形になります。では今現状、この放置年金というのがどのくらいあるのかということですけれど、2022年9月の報道によりますと、対象者は111万人、そして金額として2400億円という報道がなされました。この時にですね、5年間で 70% 増加をしているということになっておりましたので、その5年前2017年には約1400億円ほどだったのかなというふうに推測されます。そして2024年の7月にも放置年金について取り上げられて報道されております。2024年7月の報道ですと、約2800億円の放置年金があるというふうに報道がされており、わずか2年間で 16% も増えているという状況。そしてこれは今後ますます増えていくという可能性が高いという状況。皆さんの中にはこの放置年金しているものがないかどうか確認をしてほしいと思います。ではこの放置年金、どういった問題があるのか、デメリットがあるのかですけれど、まず一つはですね、放置年金、企業型確定拠出年金になりますので、資産運用をして将来の年金に寄与するというものですけれど、放置をされていることになりますので、資産運用の機会を逸しているということ、そして放置をしていると余分な手数料がかかってきている、また資産を目減りさせてしまう危険性があるということ、そして老齢給付金の受け取りの時期が後ろ倒しになってしまうという形になっております。企業型確定拠出年金に関しては60歳まで引き出しができないという形で、60歳以降という形になりますが、その給付の時期が後ろ倒しになってしまうという可能性があります。ではこの放置年金の原因となっている企業型確定拠出年金、
企業型 DC と言われるものはどういったものなのかについて見ていきたいと思います。企業型確定拠出年金、いわゆる企業型 DC と言われるものですけど、これは企業が掛け金を毎月積み立て、拠出をして、従業員が自ら年金資産の運用を行う制度という形になります。今現状はですね、国民年金と厚生年金という公的年金がありますけれど、さらに上乗せをして将来の年金を自分で運用して受け取りを増やしていくというものが確定拠出年金と言われるものになってきます。この確定拠出年金というのは2001年に確定拠出年金法というのが制定をされて、公的年金を補う制度として作られました。当時はですね、自助努力という言葉が流行りましたけれど、自分で拠出をして自分で運用する、そして将来の年金を増やしていくといったところで、この制度が作られたという形になっております。そして2001年に確定拠出年金法というのが創設をされて、企業型 DC、いわゆる企業型確定拠出年金というのは同年2001年の10月からスタート。そしてiDeCoですね。これは正式には個人型確定拠出年金になりますけれど、通称iDeCoと言っていますが、こちらは2002年の1月からスタートをしているという形で、確定拠出年金というのは企業型と個人型2種類あるという形になります。いろいろ違いはあるんですけれど、一番大きな違いというのは積立額になってくるという形になってきております。そしてこの企業型確定拠出年金の導入の状況とメリットデメリットについて見ていきたいと思います。企業型 DC というのは企業が導入して運用するというのが大前提になっておりますけれど、この企業型 DC メリットについては、まず積み立てに関しては掛け金が非課税になるということ、そして運用においても運用益というのが非課税と、そして受け取りの際もですね、各種控除がありますので税が軽減されるといったメリットがあり、2001年導入以来ですね、どんどん企業では採用が進んでいるという状況で、2023年3月末では約4万7000社が採用導入をしている。そして加入者は805万人という状況で、毎年増えている、右肩上がりという状況になっています。ではこの企業型 DC、 デメリットはないのかというと、やはりデメリットもあります。デメリットはですね、やはり資産運用になりますので、資産運用のリスクがあるといったところは注意が必要。そして始めてしまうと60歳まで引き出せない。また企業側のデメリットとすると、やはりこの企業型 DC 運用にかかる運用費ですとか事務負担がかかるといったデメリットがあります。こういったデメリットはあるにしろですね、将来年金の増額といったところで、この確定拠出年金というのは始める方も非常に多い。最近はですね、個人型ということでiDeCoを始める方も多いのかと思いますけれど、そういった中で放置年金というのが年々どんどん増えてきているという状況になっております。そしてこの確定拠出年金は将来年金の積み増しという形になっておりますけれど、公的年金として国民年金、厚生年金というのがありますけれど、こちらの年金部分に関しましても今後改革が予定をされているという形です。冒頭でもお話はしましたけれど、2024年に財政検証という年金の健康診断が行われました。前回行われた結果よりも良かったというのが結論としてありますけれど、やはりまだ依然厳しい状況ではある。この2024年の財政検証を受けて2025年に年金改革というのが予定されているという状況です。今ですね、議論に上がっているものとしては、別の動画でもご紹介をしていますけれど、在職老齢年金に関して今後の取り扱いをどうしていくのかといったところ、ここは財政を考えるのか人手不足を考えるのかといったところになってきている。また社会保険に関しても加入要件の引き下げ、2024年の10月から社会保険の適用拡大というのが
行われましたけれど、さらに一層要件の撤廃、引き下げといったところが検討される。これによって社会保険加入者が増えて、保険料負担も増加をしていくといった問題があります。そして産後年金ですね。産後被保険者の見直しということで、いわゆる主婦年金と言われるものに関しては、稼働調整による人員確保が難しくなってきているという問題、年収の壁問題ですけれど、こちらも合わせてですね、今後検討がされていく。ただ一方でですね、以前から言われていた年金の加入期間の延長はないという形で結論付けられておりますけれど、年金の他にもですね、今後雇用保険も適用拡大というのが予定をされているという状況になっています。そして最後に注意点とまとめですけれど、もし放置年金があった場合はですね、国民年金基金連合会へまずは連絡確認をしてほしいと思います。もちろんですね、放置年金がある場合は国民年金基金連合会の方から通知も届いているかとは思います。そしてですね、終身雇用の終わりということで、やはり雇用の流動化が高まる中、もう転職、中途退職というのが珍しくない時代になってきています。そういった背景を受けて放置年金というのは増えつつあるという状況になっています。非常に注意が必要です。そして今後政府も表明しておりましたけれど、高年齢者は支える側に変わっていく、取り扱いに変化が出てきます。そして人口増加、出生率の引き上げといったところには外国人ももう組み込まれているという状況で、今後生活、働き方というのが今後大きく変わっているということに注意が必要かと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。